僕は占いをこれまで25年続けており、無償で6万人以上を占っている中で、占いのデータの蓄積、技術の研究や勉強はもちろんやってきましたが、では本当に運気や運だけの問題なのかと考え続けてもきました。例えば僕の占いは偶然出会った人や紹介された人を占うことが多いのですが、無料だからといって、こんにちは、よろしくお願いします、など挨拶もお礼も言わない人に本当に同じ恋愛運が来るのか。当然ですが、挨拶ができて愛嬌のある人の方がいい占い結果は当たります。逆にどんなに運気が良くても占いが当たらない人の多くは、人間性や生き方や考え方に問題があり、問題があることに気がついていない人が多いのです。お礼も挨拶も感謝も愛嬌もなく、それでどうして他人から助けてもらえたり協力してもらえるのか。己が自分の人生を真剣に考えないで、自分だけのことしか見えていない人が多かったと感じています。それではせっかくの占いが役立たない。ここに書かれている多くのことは当たり前、当然、知っていると理解している人も多いと思いますが、理解しているからといって、では実際にそのような行動ができているのかどうかが問題で、本当に納得しなければ人は変わりません。知っているからといってできるわけでもなく、分かっているからといって日々できるわけではないことが多いのです。残念ながら僕もその一人なので、感謝の気持ちを日々忘れてはいけないと思いながら、ついつい自分のことを優先で考えてしまうこともあり、反省を繰り返しながら、人のためにどう生きて何が役立つのかを思い続けるように心がけています。この本を読んで知ってますからだけで終わらせないでください。この本に限らず読んでおしまいにしないようにしてください。人生は実験であり、人生はお試しだと思って、多少の失敗は当然だと思って何度も挑戦してみてください。人生はどんなことからも学んで成長できるものです。自分の人生は自分で前向きに、何よりも楽しめるように工夫して日々を送ってください。皆さんの笑顔のヒントになる本にしていただけたら幸いです。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回はゲッターズ飯田の占いよりも大切な話、ただそう思っただけという本をご紹介したいと思います。ゲッターズ飯田さん、皆さんご存知ですよね。ゲッターズ飯田さんはこれまで6万人を超える方々を無償で占い続け、芸能界最強の占い師と呼ばれています。もともとお笑い芸人だった彼ですが、たまたま勧められた占い師さんに占ってもらったところ、そのあまりの的中率に驚き、そこからご自身で占いの勉強を始められたそうなんです。ゲッターズ飯田さんの占いは、四柱推命や戦術など、十数種類以上の戦術を組み合わせてできた五星三神。いろいろな占いには当たっているところと当たっていないところがあるので、当たっているところを重ねていけばいいのではないかというコンセプトでデータを蓄積し、命中率を上げているそうなんです。6万人以上を占ったデータを使った統計学の面も強くあるんですね。と、ゲッターズ飯田さんの占い師としてのプロフィールをご紹介していますが、今回紹介する本は、占いよりも大切な話というものです。これ、興味が湧きませんか？ゲッターズ飯田さんは、占いを通していろいろな方と出会う中で、日々思ったこと、感じたことを2010年より10年以上ブログに執筆してきました。多くの方とコミュニケーションしてきたからこそ感じた、占いよりも大切な思い、本当に大切な話が200も詰まった本なんです。どれもかなり深い話ばかりですし、なんというか実践に近い運気の上げ方っていう感じがするんですよね。本動画ではこの本書の雰囲気をご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければチャンネル登録していただけると嬉しいです。運がいい
という人には人も運も集まってくる。どんな状況でも自分は運がいいという人に運は味方する。傍から見てそれは大きな困難で不幸にしか見えない状況でも、いやいやこのくらいで済んだから運が良かった。そういう人に何度も会ってきた。このくらいで済んだから運が良かった。とてもそんな風には見えなかったが、そう話す人の多くは自然といい流れに乗っていく。なんだか運が味方をしてくれているような感じがする。逆にいい状況に見えても、運が悪い、いいことがない。そういう人はなんだかどんどん不運になったり、周囲から人がいなくなる。自分は運がいい。そういう人はどんどんいい流れになる。日本人に生まれただけで相当運がいいんだよ。そんなことを言う人にもあった。こんな平和な時代に生まれただけで運がいい。時代そのものが幸運だという人もいた。運は運がいいという人のところに集まってくる。ただそう思っただけ。好きな人には素直に好きと言いましょう。好きと言わなければそのまま何も変わらない。好きと言えば何か進展するかもしれない。告白したら嫌われませんとよく言われるけれど、勇気を出して告白した人を本気で嫌いになる人なら、そんな人とは恋愛しない方がいいです。嫌われることはありません。嫌っているのではなく、それは照れです。小学生の頃、好きな子に告白すると、照れてなんか気まずくなってしまうことがある。こんな経験のある人が多分恋に臆病になる。素直になりましょう。勇気を出しましょう。自分に素直になれない人は成長しない。会いたい人には会いたいと伝えましょう。男も女も年齢も立場も関係ない。素直に生きてみましょう。そうしたら自然と未来が明るくなる。幸運を引き寄せる方法。メールはできるだけ早く返事をする。電話では無駄に元気に。声は大きく。姿勢は良く。小綺麗な格好を心がける。爪の手入れをしっかりする。笑顔で話す。いろんな人と会って僕が感じたこと。簡単にできそうで案外できていなかったりする。でもこれだけで運気は簡単に上がる。とにかくやってみるといい。何もやらない前から難しいという人にはいつまでも運は巡ってこない。笑顔。笑顔を忘れないでください。どんなことがあっても。恋をしたいなら笑顔でいてください。一日一回でもいい。鏡を見ても見なくてもいいから、口角を上げてニコッとしてみてください。これが癖になるくらいやり続けてください。笑顔ができない人には恋が始まらないから、いろいろ考える前にたくさんの人から好かれるように、話しかけやすい人になるためにも、笑顔を心がけてください。笑う角には恋人も来たる。何をしたいかわからなくなったときは、何をしたくないのかを考えてみると、やるべきことが見えてくる。運気の良くなる呪文。気分が乗らないとき、憂鬱な気分だったり、テンションもモチベーションも上がらないとき、簡単に元気になれる言葉がある。自分は運がいい。幸運だ。ラッキーだ。そう10回ぐらい言ってみるといい。そう言っていると本当に運のいいことが起きてくる。ついていることが分かってくる。幸運なことも見えてくる。ラッキーなことも起きてくる。人生は長いようで短い。どんな人にも時間は平等に与えられている。うじうじつまらないことを考えて言い訳する人生を送るより、運がいい、ついている、幸運だ
ラッキーだ。そう言って、そう言い続けて前に進めばいい。言っているうちに本当に変わってくる。1、2回では変わらなくても、1週間、1ヶ月続けるといい。1年後には人生が大きく変わって、本当に運の良さを実感するようになるもの。朝起きて、寝る前やお風呂の中で、運気の良くなる呪文だと思って口に出してみるといい。案外簡単に気持ちは楽になり、人生は楽しくなるもの。友達はいらない。そんな選択がある。占い上では友達がいらない星がある。友達がいることで運気が上がらない。友達に合わせる苦痛で能力が開花しない。友人は不要。友人ができると運気が下がる。そんな人がいる。この星の持ち主は友達100人できるかなは苦痛で仕方がない。無理をして友達を作ろうとしたり、無理をして友人関係を保とうとしたりするが、重荷になってしまう。いるんです。友達がいらない人が。でも、この星の特徴は、知人は必要。友人関係ができなくても、友達がいないと言っても、協力や助け合いができないわけではない。困った人は助ければいいし、自分にできることはやればいい。仲間を作ればいい。目的に合わせた仲間は作っていいけれど、友達はいらない。友達がいらない星は、クリエイターやものづくり、芸術や美術、何か才能に優れた人ほど持っている星。4割くらいはこの星の持ち主がいる。友達はいらない。そんな選択もあると認めることで、人生を大きく変えられる人もいる。結婚相手に望むことに隠された真理。結婚する相手に本気で望むことを一つ挙げてください。そう質問されたら何と答えるか。お金のある人、優しい人、面白い人、外見のいい人、誠実な人、などなど出てくる。その出た言葉の多くは自分にないものだと思ってみるといい。お金がある人は相手への希望でお金持ちとは言わない。お金のことは自分で何とかできるから。お金のある人の多くはそこそこのお金があればいい。生活に困らない程度のお金があればいいという。優しい人という人ほど他人に興味がなかったり、本当は優しくない人の場合が多い。言葉に出した逆を考えると、その人の本質や真実が見えてくる場合がある。特に自分の欲や希望の話をすると、己にないものを表現してしまう。自分にはないものを他人にねだってしまう。ないから欲しくなる。持っていないから手に入れたくなる。そう考えてみると、また人生は面白く見えてくる。あるものは欲しくない。ないものを欲しがるのが人。すみませんのほとんどをありがとうございますに変えるだけで、人生は簡単に楽しくなる。ありがとうを口癖にするといい。言葉は力。お金ないなぁ、お金に困ってる、などとつぶやかない方がいい。何年前か忘れましたが、お金はお金があると言うと自然と集まってくる。そんなことを言われた。それ以来、どんなに貧乏でもお金がないなんて言わなかった。常にお金があるって言っていたら、本当にお金に困ることがなくなった。お金はお金があるというところに集まってくる。このくらいなら難しくないので、騙されたと思って言ってみてください。言葉は力。運は品が好き。上品を忘れてはいけない。品格を忘れると多くを失う。運は品が好き。品のあるところに運は自然と集まるもの。挨拶やマナーや言葉遣い、少しくらい口が悪くても上品な態度があれば
どこか許されたり流れを変えることができる。気品を持つことはとても重要で、下品な人は成功もしないし、幸運にも恵まれない。一瞬の運はあっても、チャンスを一回掴んでも、逃してしまう人の多くは品がない。品を忘れないようにするだけで人生は好転する。自分の服装や外見、言葉遣いや態度、品があるか確認してみるといい。品がないなら変えてみるといい。物を買うときも物事を選ぶ基準に品があるかどうかという視点を持って判断してみるといい。誰かのマイナスを日々減らす努力をする。食べ終わった納豆のパックを洗うか洗わないかの話になった。そのまま捨てると部屋が臭くなるので洗うと思ったら、ゴミ収集の人が嫌な気持ちにならないようにという人がいた。人は生きていたら誰かしらに迷惑をかける。それは仕方のないこと。でも、それをできるだけ少なくしようとすることは、ちょっとした努力でできる。ポジティブに考える、楽観的に考えるのはいいことだけど、その陰にあるマイナス面をどれだけ削れるか。実は、これは人生にとってとても大切。マイナスがなければ、自然にプラスが多くなる。他人のマイナスが少なくなれば、多くはプラスに進みやすくなる。自分だけ良ければいいは、結果的に良くならない。自分のマイナスは誰かのマイナスでもあるから、そこをみんなでやめていけば少しずつ良くなっていく。誰かのマイナスを日々減らす努力をする。それだけでまた人生は楽しくなる。お金のことが好きだという割に、多くの人はお金の勉強をしていない。好きなことなら勉強は苦ではないはずだから、それはお金が好きではないだけ。本気でお金持ちになりたいなら、もっとお金を好きになって勉強するといい。自慢話に聞こえるのは自分の欲望が反応するから。先日、電車で若い子が貯金が10万円あると話していた。まあ、学生時代の10万円は大金だからね。すると友達が、ねえ、何自慢してんのよ、と言った。話の流れから10万円を貯めた子は苦労してやっと貯金が10万円になった。僕が聞くとそれは苦労話で、10万円は単なる区切りの話。でもその友人は10万円持っているのを自慢していると思った。その子は苦労話を語ったのに、友人は自慢話だと思ってしまう。これ案外多い。僕はこの人自慢してると感じたことがない。すごいなぁとは思うけど、人の話に興味がないんだろうね。そう、他人の話が自慢話に聞こえるのは、自分が興味あることで、その人の欲望だったりする。人の話を聞いて、何自慢話してるのと思ったときは、自分が何に欲があるのかわかるかもしれない。小さい幸運を一度つかむと、運はどんどんやってくる。いろいろな人を見ているとわかる。小さい幸運を一度つかむと、運はどんどんやってくる。逆に小さな不運をつかむと、不幸がどんどんやってくる。大きな幸運を狙うより、まずは小さな幸運を狙って運を引き寄せることが大切。いきなり大きな幸運ばかり見ているから、目の前の幸せや日々の面白さや楽しさを忘れてしまうことがある。まずは気づくこと。これが幸せなんだ。これが楽しいんだ。でも幸せは人それぞれ違うから、自分なりの小さな幸せを見つけるといい。小さな不幸に気づいても、この小さな幸せがあると思えば、幸せを大きく育てられる。人生にはいいこともあれば悪いことも必ずある。仕事がないからと悩むよりも、仕事を選べる時期でもあるし、資格を取得できる時期でもあると思えばいい。失恋したから
新たな出会いが作れる時期だと思えばいい。ほんの少し発想を変えること。実は小さな幸せは毎日あるから。小さな幸せに気がつけば、運はどんどんやってくるから。他人のラッキーは自分のラッキーに変わる。自分以外の人に運が良かった、ラッキーだったと思わせられるようにどうやって生きるか。それはとても楽しいことで、とても面白いこと。電車で席を譲ってみたり、掃除をしたり、整理整頓をしたり、笑顔でいたり、何でもいいんですよ。それは自分で運を作れるようになることであり、幸運を生み出せる人になれること。人を幸運にする面白さに気づけること。サービス精神や優しさとも言うけれど、単純に他人がラッキーだと思えることをちょっとでも日々やってみるといい。他人のラッキーは自分のラッキーに変わる。他人の幸運を自分の幸運のように感じて喜べると、人生はまた楽しく面白くなるもの。このようにどれも深く考えさせられる内容になっています。何よりも何万人もの方と直接コミュニケーションをされてきた方の話なので、その内容に重みがあり、説得力を感じます。それぞれの方に合った占いというものがあるのだとすると、その占いの前にある、もっとベースとして皆が知っておくべき人生を豊かにする方法のような気がしました。本書には様々なエピソードが載っているのですが、それらを見ると、ゲッターズ飯田さんの人を見るアンテナの感度がとっても高いことがわかります。いろいろな種類の占いを依頼されることも多いのでしょう。人生、人間関係、仕事、恋愛、お金など様々な悩みへの気づきや思いがたっぷりと収録されています。何せ全部で200エピソードですよ。本動画では十数個のエピソードを一部分だけご紹介したので、そのボリュームを感じていただけるのではないでしょうか。シンプルだけど深い、大切な話は、しっかりと自分の考え方に組み込み、実行していくことが重要です。ですので、本書を定期的に眺めていくことで、自分のマインドチェックしていくこともできると思います。前を向いて運気を上げ続けていくために、手の届く場所に置いておいてもいいのかなって思いました。興味のある方は、ぜひ読んでみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。